はい、それでは今日もメロン農家通信始めていきたいと思います。今日は8月15日。あまり晴れたり曇ったりが続いております。で、ヤギたちはこんな感じで寝ております。皆さんにご心配をおかけしました。千葉県の大雨は、うちは被害はほぼというかないですね。ただ、当時はここヤギ牧場全部水浸しになりました。で、かろうじてあそこのヤギが今寝てるところだけ島になって生き残ったみたいな感じでしたね。いいや、とりあえずブドウを見ながらいろいろまた説明していきます。ブドウ、中野パープル、だいぶ木ができてきていっぱい脇芽が出てきたんでちょっと整理します。そしてこのブドウももうやりっぱなしですね。これもどうにか一回整理してみましょう。で、こっちの方が勢いがいいな。BK シードレス。すごい勢い。つるがどんどん伸びてきた。このつるをこう向こうまで行かせます。2本にして。で、来年、ヤギの日よけ場になればと思ってます。ここいらも雨の時はもう全部水浸しになりましたね。夜見に来たら。で、一番被害という被害だったのは、こいつがぶっ倒れました。全部バサバサって。YouTube やってんのにそういうトラブルを取らずにもう夢中で土寄せして、こう、なんつうの、立て直しました。取っとけばよかった。けど、そういう暇も、この2列あるやつがこっちにバサーって、こっちにバサーってなって、で、土寄せした。やっぱり土寄せしとかないとダメですね。風にも雨にも弱いし、あそこまで背丈ができてきたんで、まだでもちょっとこっちに寄れかかってるみたいになってますね。雨はね、あれでしたね。すごい、なんつうのかな。以前の台風の雨の時はもう一気にバーって降って、排水がここの向こうに水が流れていくんですけど、それがもう間に合わなくて、ここが一気に海になって、で温室の中に入り込んでぐらいまで来て、いつの動画かなのメロン農家通信でやってるんで、それどっかここいらに貼っときます。でここに入り込んできてたんですけど、今回は入り込んでは来なかった。入り込んでは来なかったんですけど、台風の時みたいに雨が一気にバーとかではなくて、ある程度強い雨がずっと断続的に降り続くみたいな雨だったっていう感じですね。だから排水が間に合わないところはそれにどんどん積み重なって、こう池みたいになって洪水みたいになっちゃうみたいな感じだったんでしょうね。降ったのはもう300何十ミリって言ってたからな。結構だよね。でここがあれですね、岡山のあれをやってある部屋、固定種、これが夏菜の台、ちょっと結果ぶしてます。小さい頃にしおれさせすぎて傷んだ、こんな感じで、これが中、ちゃんとに雌花がついてます。さすが硬い品種ですね。雌花もついている。でこれが小、木もちゃんとに、ここが中の木で、ここが小の木。小の木はやっぱり小さくできるんでしょう。しっかりと小さく育ってる。ここからこっからがまた違う。そしてここからがうちの夏菜ってやつです。王ってやつ。これも揃ってますね。で
問題なのが、春後。ここから春後。背丈が一回り違う。ここから春後なんですけど、花芽がかなり上に、ここまでいかないとついてなかった。これがだいたい4、6、4、6、8、10、12、14、15、16節ぐらい。16節に1個ついてるだけです。ここなんかもまだ全然ついてないです。待っている。ここについてる。これついてる。ここまでないですね。ここまでない。これはここについている。1個ついてる。こいつで決めなきゃいけない。これはついてない。これが不思議。品種間違いは絶対してないはずで、こう背丈も大体そのメロンになってるんですけど、これついてるの。結構綺麗についてるの。これ多分つきやすいように多分なってるやつだから、これを大事にしてこれを、次代に残していく。やっぱりね、暑いからね、ついてない。上まで行ってもついてない。これ種じゃなかったらもう諦めちゃうぐらいまでついてないです。でここまでかな。ここまでで、ここから先がうちのメロンですが、うちのメロンは順調に雌花がついて、今日から交配始めてます。っていうのも、これはまあ単体なんだけど、こっちの花芽がこうつきやすいやつの血がこっちには入ってるんで、で夏系にしてあります。うちのそう夏4みたいなやつに夏7かけてあるっていう品種、結構いいのがついてるって感じで、岡山のやつで、メロンも雨の話に戻ると、温室だったので、メロンの被害はないんですけど、やっぱり畑の方はみんな水がついて、結構これはあれです。そろそろあれを始めます。最初の清書、これ今生産中。これもうちょっとしたら始めますね。F7 の、栽培記録。果たしてこれがだから花芽がついてくれるかが問題。これ春系だからね、花芽つくかな。一応ここに2節取って、この子づる残しといて、下手したら孫でやらなきゃいけなくなるかもしれない。でもあるやつはあるぞ。ある大丈夫そう。でここ1列全部やってあります。あとは病気出さないことですね。これから病気の季節になりますね。こんな感じかな。あとはそんな感じだな。じゃあコメント返し移りましょうか。コメント返しいきましょう。またそうだ、だいぶねシャインマスカットもちょっと成長してきて大きくなってきました。これなんか食われてんな。これうまそう。これ全部つまみ食いの後です。いただきました。おいしい。シャインマスカットの爽やかないい匂いもします。じゃあカメラ移動して、でも今週も皆さん本当にコメントたくさんありがとうございました。 LINE の方にもやっぱり千葉県の雨ということで大丈夫ですかっていうあれを結構いただいて、大丈夫ですって言ったんですけど、本当に心配してくれてありがとうございます。いやうまい。そろそろ
あれが上の方、シャインマスカット上の方だったんで、あのやつが下までちゃんとに固く水が柔らかくなるよう水が回ってくれば、それで出来上がりですね。もう、果木剪定で、ちゃんと全部やってあるんで、パワーを、粒の方に全部向けるっていう作業。よし。行ってみましょう。コメント返し。いきます。今週もたくさんのコメントありがとうございます。まずは先週のメロン農家通信で、純一さん、コメント、純一さん、何でもそうですが、新品種をやる行動力には頭が下がります。すぐにやらなければ我々素人は1年間待ちですから。森田社長のスイカシリーズは見ていても全く飽きがありません。あと、話すペースも声量もちょうどいいです。ありがとうございます。これも結構役に立っていくかもしれない。で、純一さんに、新品種はね、YouTube やるようになってっていうか、最初に、数年前にスイカ始めた時に、その時、今も主流なんだけど、萩原種苗のブリーダーに、祭り林37っていうのをもらって、で、メロンと一緒に育ててみたんですけど、昔のスイカと違うというか、僕のスイカの栽培なんか、もう20年以上前の話なんですけど、それの時、もっと前かな。もっと前かもしれない。で、その間に、祭り林37が多分できて、主力になってって、その種をもらってやってみてくださいって言われたんですけど、それが、そんなに難しくもなく、その時の、20年前にスイカやった時の知識、それだけしかない状態で隔離ベッドで育てても、すごく美味しくできて、シャリも良くて、今のスイカってこんなにうめえんだって思って、で、その次の年から、南砺種苗と萩原種苗に声かけて、今の、なんつうの、美味しいスイカを教えてくれっていうことで、いろいろなやつを栽培するようになりましたね。で、それがまた面白い。やっぱり、メロンもそうなんだけど、品種ごとに個性があって、糖度とか旨味とかも違うし、いろんなものがあって、本当に面白い。で、特に金色ラオなんか目に見えて糖度が高くなるし、最近はスイナップル。これももう、今年はヒットですね。美味しい。で、TK40。これは赤肉で美味しい。13度オーバー普通に出るから、良かったです。なので、また来年もいろんな品種やっていきますが、TK40 と、金色ラオウ、あとスイナップル、この3つはまたやります。で、それ以外の品種をまた春までに、いろいろコメントとかも聞きながら、で、あとはブリーダーにも聞きながら、新しい品種とかがあれば、またそれやらせてもらったりするんで、参考になればすごく嬉しいです。ありがとうございます。12さん、もう一個。一つ、森田社長の意見が聞きたいのがありました。今年の金色ラオウは目指していた8から11キロが、多数収穫できているのですが、空洞化の率も高く困っています。収穫時にはどうしようもありませんが、何が原因で対策はどうしたらいいと思いますか？今後スイカのプロ農家にも聞く予定ではあります。僕もこれもうちょっと早く知ってればな。ブリーダーに連絡してから、答えられたんだけど、またこれはちゃんとに答えますけど、まず初期肥大を順調にさせる。その時が、巣が生えるリスクとかが多いらしいんで、きっちり初期の蒸し込みをやって、初期の交配してからの1週間ぐらいの蒸し込みをやって、きっちり初期肥大をさせてやるっていうことで、空洞化とか、果ては劣化とか、そういうのも防げるっていう話は聞いたことあります。だから初期肥大が大事。結局最初の細胞分裂をする
この最初交配後の1週間10日そこぐらいまでにきっちりと虫込みをやって初期肥大を取ってあげるっていうので、あれですね、そこできっちり細胞分裂が行われてなくて後半順調にわーって膨らんでいってしまうとそこの分裂ができなかった分に巣が入るみたいな話は聞いたことがあります。それもちゃんとにブリーダーに確認してもう一回それもやりますんで、いつか動画のとこで。それと純一さん、ありがとうございます。純一さん、純一さんはいつだかやったよね。写真で金色ラオウ500玉、そしてなんとゴールデンジャックを送ってきてくれました。ありがとうございます。それとともにどう使ってもらっても構いませんということなので、ちょっと動画作ります。純一さんのゴールデンジャックと、あとは埼玉のやっちゃんのメロンの収穫になったっていう最後の動画が届いています。で、あとまっちゃんが家庭菜園で育てたなんだメロン2種類とか、それの報告も受けてるんで、それをこの動画でっていうか農園通信でやるとかなり長くなっちゃう動画になるんで、そのやつを単体で動画1本作ろうと思います。はい、じいさんそんな感じです。コメントありがとうございます。名古屋ミーチンさん、森田さんこんにちは。巨峰の少し完熟を過ぎてしぼめかけたやつを測ったところ22度まで行ってました。最高記録です。おお、どうぞ。巨峰の22度か、美味しそうだね。でも良かったです。ミーチンさんはいろんなもんやってっからね。はい、そしてちーくん。お疲れ様です。夕方に出先から帰ってきて見ていたら寝落ちしてました。夕飯を食べてから見直しました。今朝方、昨夜の雨で金色羅王のつる葉が枯れモードになってたので収穫してきました。カットは月曜日の夜にしようと思っています。また LINE の方にも報告入れます。5日前。じゃあもう切ったのかな。良くなってるといいです。ちーくんは長野からうちに家族で1回、来てくれた時にちょうどスイカ植え終わった後で残った金色羅王とスイナップルの、苗をあげたので、多分そのスイカだと思います。うまくいってるといいと思います。はい、次、大玉スイカの酸っぱいスイカの動画にちーくん、こんばんは。我が家のスイナップルは糖度11度台でした。やっぱりスイナップル言ってたんだよ。でしたが、酸味があることで十分な甘さを感じました。また皮の近くまで食べても残り確かに味が感じられ、大変美味しく食べられました。来年は F2 にて栽培をトライしてみます。F2 だとどうなるんだろう。多分面白いと思う。ほら分かれるから系統が分かれていくんで、親世代のやつが出てきてちょっと面白いかもしれないですね。本田さん、南都種苗の種はサンライズメロン、ムーンライトメロン、マリアージュ購入しましたが、根力が強く家庭菜園にはちょうどいいですよ。確かにね。でもあれだな、なんともそうだけど萩原のやつも結構根っこはしっかりと張る系の品種が多いですね。種屋の種はやっぱりある程度やりやすいようにはできてるんだと思います。うちの種よりは多分育てやすい。はい、次、メロンの花飛びの動画に道次さんは浅いメロンさんかな。土を冷たくしたらどうなるかな。現代の技術でシステム的に実現可能なのか。根や土の地温を抑えて冷やしてやる。いちごハウス早取りでは株を直接温めて錯覚させる技術があるらしいが、その逆は可能なのか。高温障害的な事例も減りそうだが、予算的なこともあるから予算抜きで入れるしてみる価値はあるか。意外と個人的には良さそうだが、投資に見合う回収率あるのか。手間、リスク、投資、さまざまな作型による、伸びしろ、
長期的な今後の時期的な市場ニーズと、確かにね、根域をこう冷やしてやる、冷やすっつっても冷蔵庫みたいには冷やせないだろうから、井戸水を循環させ、パイプで循環させて冷やしてやるとか、そういうことになってくるかもしれないですね。でもありだと思いますよ。自分で簡単に工夫ができればね、1列ぐらいやってもいいんだけど、どうする、いちごのやつは塩ビ管にお湯を流してみんな局所暖房してますね。もう今培地というか降雪でやってる人たちはみんなそれでやってますね。部屋中を温めるっていうよりも、もうそのお湯を循環させて、そのやつだけで暖房、部屋中を暖房させるよりかなりランニングコスト的にもいいらしいんで、結構みんなその培地やってる人たちは入れてますね、いちごは。はい、ありだと思います。ありがとうございます。2000万円のコンバインの動画で安尾中島さん、牛はいませんがそのロール稲わらいいね。これいいんですよ。いいの、食いもいいらしい。きっちりサイレージになって乳酸菌もいいやつ入れてあるんで、でね、コストも安くて、欲を言うと脂肪分というか穀物がほぼ入ってない、葉っぱと未熟な稲が入ってるだけなんで、栄養価的にやっぱり高濃度の配合飼料入れなきゃ多分乳脂肪率が下がったりするんでしょうけど、結構酪農家さんはもうこれが、よく売れます。はい、ありがとうございます。F7 の先週のやつ、シャインマスカット美味しくなってきたってやつで、お疲れ様です。いつもお世話になってます。マスカットすごいですね。大きくってびっくりです。すげえでかいよね、房。最初の。でもね、太ってきた。だいぶ太ってきた。だいぶ太ってきたんで、見えるかな。でもこれもう多分ね、こんな感じ。粒も大きくなってきたんだけど、これ袋取っちゃうと、特大袋ってやつなんですけど、この袋取っちゃうと多分もうかけられない、入んないからので、取れないんですけど、収穫の時には取ります。良くなってきました。水も多分ここ数日かけてないから、ここは乾いてるんですよ。株元はパサパサ。でもちょっと濡れてんな。だけど多分根っこがこう張り巡ってって雨が降ってるとこまで行ってるはずなんで、いい雨っつうか、それでも降りすぎだなになったんじゃないかなって思います。はい。スイナップルの動画で亀有佐藤さん、以前からスイカにレモンを絞って食べるとフルーツ感100倍と思ってました。さすが。うちの女房もスイカに、それもね、甘いスイカ、本当に13度とかうちのスイカにレモンかけて食べたりしてて、うまいって言ってました。で、それがスイナップル切りたての時だと、そのわずかな酸味、うちのはそこまで酸っぱいスイナップルじゃなかったんだけど、そのわずかな酸味がすげえ効いて、これはうまいっつって、金色ラオよりうまいって言ってましたね。お気に入りだそうです。それもあって来年金色ラオやるようにしております。コメントありがとうございます。次、ちょちゃんぷーももさん。ちょちゃんぷーももさん。スイナップルの種は一般の人でも購入できるんですか？いや、できると思いますよ。冊子と、スイナップルの冊子っていうかパンフレットとともに、10粒なんとかくれて、もう発売してるって言ってたんで、
でもネットとかで調べるとあんまりスイナップルの種って出てこないんだよな。多分でも農協とかにあれすると出てくるんだと思うんだけど、はい、ちょっと調べてみますね。チャンプーモモさん、これはあれができないぞ。アレクサさん、メイズの How to do you、森田さんこんばんはって最初に日本語がついちゃってるんで翻訳が効かないです。May I how do you prevent white fly ホワイトフライコナジラミ because so your melon has a lot of leaf on ground。 葉っぱのところにいるコナジラミをどうやって防除してるかっていうことじゃないかなと思いながら答えますが、基本薬剤で防除してますね。農薬いろんな高度のやつをローテーション防除、それとあと鬼門封鎖剤を混ぜたり、鬼門封鎖っていうのは糊みたいなネバネバのやつ、ネバネバに、そんなに見るからにネバネバにならないんですけど、ネバネバになる口とかを塞いで息ができなくなって殺すっていうやつを使ったりして基本そういう防除をしています。あとは植える前の時に例えばジアミド系のベリマークとかをかけとくとかをやってます。それでも出ます。で、今この時期はすごく多いです。一番大変な時期です。はい。アレクサさん、多分そうだと思います。ありがとうございます。スイナップルの動画にやっちゃん、スイナップルすごく綺麗な黄色ですね。果実に酸味はとても大事なアクセントだと思います。酸味大好きな私はそのままがいいな。だからこれはもうそのまんま食べてつってあとお腹に残ってる残った分をもう一個こうダブルで楽しむ。ただ後戻りはできない。しばらく口がもうミラクルフルーツの口になっちゃうんで、そんな感じで前半後半みたいな感じで食べるとこの差が面白くてすごくレモンとかで試すと劇的に面白いからいいんだけど、レモンをそんないっぱい食べようっていうふうに思わないんでミラクルフルーツを試すみたいな感じで試すんですけど、スイナップルに関しては多分僕今までやってきた中でメロンもサワースイートっていう品種でやったことがあるんだけど、スイナップルにはすげえ合うと思う、ミラクルフルーツが。だからちょっとビジネスの匂いがしました。はい、来年はそれやります。結構余計めに作ります。次、純一さん。そうだ、スイカ。うちの盆棚にあげたスイカを最後として全部売れました。売れたのと試食に配ったのでよかったです。完売御礼ありがとうございます。純一さん、森田社長のリアクションが良すぎる。酸味からの強烈な甘み、ぜひ食べてみたいです。来年はぜひ食べてみてください。また作ります。名古屋美人さん、森田さんこんばんは。ミラクルフルーツの木は売ってるのでしょうか。育ててみたいな。うちに残ってる苗をもう全部10植しちゃったんだよね。あれに。なのであれだったら木を切って送るんで挿し木にしてくれれば挿し木にしてみたらいいと思います。うちも挿し木で増やしたりするんで。ミラクルフルーツそのまんま種をまいてこう木を出しても全然普通に発芽する。マンゴスチンほど難しくなくて普通にバイドに種まいて水かけてれば簡単に出てくるんで、できると思うんですけど、ただ
収穫できるまでに10年かかりますので、種からやるんだと10年かかっちゃうんで、やっぱり挿し木の方がいいと思います。LINE の方に連絡くれれば、あれですよ、剪定ちょっとパチンって切って水なんか巻いて送りますよ。また連絡ください。面白いと思います。結構昔の動画だ。8プラス6種類の大玉スイカだから、去年だか一昨年のやつ。ROUZ1 さん。去年動画見て僕もスイカ育てることにしました。動画めっちゃ面白いです。去年はスイカの動画しか見てなかったので、メロンを主にしてるって知りませんでした。てっきりスイカのプロだと思ってました。そうっすか。すっごく嬉しい。一緒に僕の動画を見てスイカチャレンジしてくれるなんてもう相当嬉しいです。ありがとうございます。今度来年はスイナップルやってみるといいかもしれないですよ。で今度もうちょっとで植えられるんですけど、あれを抑制のスイカをやろうと思ってるんで、ちょっとまた見てみてください。10月の半ばもぎぐらいになるのかな。で、スイカ育てていきます。はい。よろしくお願いします。栽培始めてくれてありがとうございます。面白かったでしょ、スイカ。みるみる大きくなっていくし。次は、メロンの花飛びの動画に、森田農園さん、こんばんは。森田さんから送ってもらった、種配りおじさんのね、夏系メロンが40度超えだったので、プランターメロンですが、17枚目に雌花。17枚目についたんなら全然 OK ですよ。17枚目なら。雌花がつきました。LINE にて森田さんがまだいい方だとメールいただきました。ああ、本当だ。夏の純系アルスメロンが難しいのが分かりました。ちょっとね、もうちょっと早ければ、花飛びの時期、今がちょうど時期なんで、もうちょっと早く種まけば、多分普通にできたんじゃないかなと思いますけどね。はい。ゴマチュさん。某純系品種、おそらく春系相当をプランターで育てているのですが、今年も結構花飛びしてしまいました。ゴマチュさんね。また花飛びではないのですが、早速ね、森田さんから購入した夏系メロンを食べ巻きし、12節目あたりで着火したのですが、卵鶏卵台から全く肥大せず泣く泣く撤去。なんでだろう。30節以上の降雪位になんとか着火させ、ちょうど最後の水切りに入るところです。思い通りの位置に着火させ、収穫までこぎつけるのは私みたいな素人にはなかなか難しいのを痛感しております。昨日のか。やっぱりここの暑い時期になってきちゃうとあれなんで、種をまくのをもう1週間10日早めにやってもらってた方が多分花つきの問題はいいと思います。はい。本当にここの暑い8月に入ってからの暑いところが花飛び一番しやすいんで、はい。来年はもうちょっと早くやってみてください。そしたらその純系品種もうちのメロンもちゃんとに花がついてくれると思うんで、はい。こうなってくるとテクニックの問題ではなく、やっぱり暑さとか気候の問題になってくるんで、もうその気候に合わせてやった方が早いっす。何かテクニックでってやるんだ。僕みたいに一年中育ててたらやっぱりどうにかしなきゃいけないって思うんですけど、年に1回とかでやるんであればもうその時期に合わせてやっちゃう。そうすると気持ちよくできたりします。はい。コメントありがとうございます。道次さん。ノーマルなマニュアル通り摘心し、孫づるで、軌道修正したらどうなるのか、高温時期。孫にして少しパワーを使わせたらどうなるのか、3本ぐらい出して1本にしてそのタイミングで、通用するのか、あるいは2本。個人的に孫の方が雌花が咲きやすいなと感じがあります。あるいは、適用はどうなのか。プロがして、1本でいって、さっき、孫づる残しとこうかなって最初に言ったあのやり方ですよ。主軸は1本でいって、子供をつけるためだけに、この
3節目の孫づるをずっと出してって、で、子づるを出してって、それの孫につけるっていうやり方は、普通の一本仕立ての立体栽培でもあるんで、今回はさっきの岡山の部屋のやつは素直についたからいいんですけど、今度あっちは夏系、次の F7 は春系なんで、雌花がつきづらいかもしれないんで、一応3節目の子づる残しておきます。はい。あります。やれますよ。ありがとうございます。ウーフーさん、久しぶり。僕は、そうだ。ウーフーさんはメロン農家になったからね。僕は比較的花飛び少ない方ですが、今交配中の部屋は結構飛んでます。水分ストレスを与えると雌花がつくというのが通説になっていますが、個人的には水をしっかりかけると雌花がつきます。まあでもさ、絞りっぱなしじゃやっぱりどっちにしろダメだから、戻すタイミングと戻す量ってことかね。例えば葉っぱ10枚ぐらいで多めにかけると16、7節できっちり揃ったりします。でも定植後活着水をかけずに1週間ぐらい、生産する人でもうちは花飛ばないよという人もいます。苗の時の水かけ方やベッドの水分含有量によっても変わるのかな。確かにね。だからうちも生産中に花が見えなかったりする場合は、しっかり生産した後にきっちりちょっと余計めに戻してやるっていうこととかはしたりするんですけどね。それの塩梅とかはやっぱりちょっと難しいですね。それがきっちりまだ自分の中にできてないというか、それもこの時期、花飛びの時期はやっぱり年に1回しか経験できないから、この毎年毎年飛んだ時の記録をしっかり取っといて、そのやつそうじゃない方法でいろいろ試していくとかしかないってことですね。はい、もうちょっと努力します。コメントとアドバイスありがとうございます、ウフさん。次、シャインマスカットのジベレリン処理の動画に、YV さん、ブドウ棚の広さを教えてください。屋根のパイプ設置の動画探しましたが見つかりません。撮らなかったのでしょうか。これね。これ、撮ったよ。4本柱立てて、その上に棚作ってあります。これね。横が、横4メートル。長さ11メートルかな。確か。です。土地に合わせただいたい長さです。で、4メートルの単管はちょうど4メートルだったんで、5メートルになると向こうの木にまで干渉しちゃうんで、4メートルの幅。で、長さは土地に合わせて長さを取りました。そしてこれ抜けちゃうといけないんで、下に埋めてあります。地獄を、横山を。ちょっと動画探してみます。コメントありがとうございます。次。ロマママさん。花飛びの動画に、森田さんからいただいた種を55度にもなる、屋上の野外プランターで育てております。暑すぎると花飛びしちゃうんですね。ちょっと心配ですが、今のところ雌花が咲き出しているので、とりあえず順調かなと思いながら YouTube 見てます。うまく育つといいな。そうだ、ロママさんから動画が届いています。ちょっと挟みます。どうぞ。はい、花びらを取ったら手が汚くて恥ずかしいな。はい、受粉をね、していきます。はい、1ヶ月半ですね。今日8月15日、7月1日に種まきした、メロンちゃんたち。ちょっとね、早いものと遅いものがなぜかあるんですけど、だいたいこんな感じにね、無事結実したっぽいですね。ここからどのメロンを選んでと思ったんですけど、最初に結実したのが、
めちゃくちゃね、すごい勢いで大きくなっちゃっています。はい、とりあえずね、はい、なんとか頑張ってますよ。はい、こんな感じでもう結構大きくなった。ペース早いな。いいじゃん、色もいい、真っ白で。で、あれ、おまママさんは多分風が入りやすい屋上で温度が上がったとしても、屋外、屋根とか温室じゃないんで、多分その影響が多分でかいと思いますね。花つきがいいのは。やっぱりこう温室の中とかだと結構ねこもるんで、いくら換気してもだいぶ違うと思いますよ。いい環境。まあ55度は暑いですけどね。屋外か。あとはだから水だね。屋外だと水がどんどんかかっちゃうのが心配ですね。峰子やんばるさん、森田さん、大雨を見舞い申し上げます。メロン等に影響がないことを懸念します。ありがとうございます。大丈夫でした。大丈夫でしたが、すごかったよ。すごかった。そこの小川というか、田んぼの用水というか、ここの小川なんか満帆で溢れてたからね。これも今だいぶ引いてきましたね。だいぶ引いてきたけど、これも溢れてました。ヤギのここ、ヤギが草食べに行く橋かけてあるんですけど、この橋はもう全部埋まってました。すごいというか、本当に台風の時の方がビシャビシャビシャってすっごい雨、一気に短時間だったんだけど、今回のやつはまあそこそこひどい雨がずっと一晩降り続くみたいな状況だったんで、総雨量的には今回の方が全然多かったんでしょうね。そんな感じです。で、ご心配をおかけしましてありがとうございます。イピカワイピスさん、お疲れ様です。うちも花飛びしましたが、やはり高温すぎたのでしょうね。着火節衣は、をだいぶ上で育てました。昨日片付けをしたのですが、生育の悪い株の根っこにコブがついてて、根っこが少なかったです。線虫被害だと考え、ネマトリンエースを購入しました。眼種病というのも見かけたことがあるので、太陽熱消毒の方がいいのでしょうかね。もしできるんであれば、まあ、ネマでしょう。まずは。眼種病はそんなに連作もどれぐらいしてるのかわかんないけど、出るほどのことにはなってないと思うんで、多分ネマだと思います。線虫。どれぐらいの広さかわかんないですけど、今この暑さなら、それこそ太陽熱やるんだったら、水を一回全部耕して、耕すつうか、その一回圃場にどっかぬかとか襖とかもう何でもいいんで、安いのでいいんで、それを大量に買ってきてバーッと全部撒いて、でうなう。でそこに水をたっぷりかけて、でビニールで覆って還元消毒。それやるとだいぶネマとか、それこそ黒点根腐れとかかなり違うってことですね。問題は意外と手間がかかるってこと。あとは薬を買うんであれば、ぬかとかを10袋とか買ってきた方が安いかもしれないですよ。はい。ぜひ、還元消毒で、太陽熱還元消毒かなんかで調べてもらうと、多分どっかで資料出てくるんで、やってみてください。はい。今週最後、ちーくん、お疲れ様です。花飛びはしなかったけど、ちょっと目を離すと、摘心した近くでメロンが着火しているのに驚きます。人工受粉させてもダメなやつはダメなのに、一体誰が交配させてるんだか。簡易ハウスなので適当な箇所から虫がたびたび侵入してますが、ハウス内に入っても見かけないんですよね。メロンはね、両生花だったりするんで、雌花の先っぽにおしべがくっついてて、それが風とかで混ざっただけでもつく場合がありますよ。あとは虫、蜂とかね、ハエとかじゃまずくっつかないかな。
ですね。ちーくんのハウスはどうやら担当というか、こう、狭いというか、幅が狭いんで、風の通りもいいんだと思いますよ。うん。名古屋も暑いでしょうね。はい。今週のコメントこんな感じでした。今週は、皆さんにご心配いただいてありがとうございました。たくさん雨が降りました。また曇ってまいりました。結構、今日ももう何度もバーッと降って、止んで、バーッと降って止んでを繰り返しています。今からお墓、編集させつつ、お墓参りに行ってこようと思います。はい、今週もありがとうございました。コメントたくさんありがとうございました。来週もまたよろしくお願いします。来週は、下手したら稲刈りが始まってるので、いい時間にできるかどうか分かりません。はい、でもまたこれね、農園通信、来週のどっかでまたやりますんで、よろしくお願いいたします。はい、花が飛んで、花飛びの、部屋もどうやら交配が終わりそうです。まだちょっとある。そして次の部屋が追いついちゃいました。交配が。これが年に1回ぐらいあることですね。これからはまた、今度は収穫の秋になっていくので、稲刈りの動画がちょっと増えていくかと思いますが、またよろしくお願いいたします。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録いただけるともっと嬉しいです。ありがとうございました。